はーい、マケオでございます。さあ、プロジェクトゾンボイド続きやっていきましょうということで、今回は、おっと、雪が溶けたね。今回は、なんだったっけえーっまあちょっと、ゆるゆるの、今回は動画なんで、ですね、前回の動画で、マケオの第1幕、マケオのプロジェクトゾンボイド第1幕は終了ですね。形としては124話で、きっちり落としてます。はい。すべて終わらせてますんで、ぜひともね、本当見てない方は、スキップせずにっては、強くは言えないですけど、結構ね、今までずっと見てきた方とか、なるべくその初めて見る方もどういう旅をしてきたかっていうのをぐっとまとめて、演出、ちょっと BGM をね入れたりしてね、なかなかこうグッとくるような、ずっとね、この動画を見てくれてる方とか、もう1話から全部見たよっていう方はなかなかこうグッとくる動画に仕上がってると思うんでですね、そういう方はちょっとスキップせずにゆっくり見ていただけたらなとね、思いますけども、今回はマルドロ機関編だったかなマルドロ機関編の後編ということで、前回で落ちてるんですけど、もう物語自体は落としたんですが、後編はですね、今まで、ご視聴していただいた皆様のが楽しめるようなちょっと動画ですかね。で、ゆるい動画なんで、マケオの動画ってどんな動画なの？プロジェクトゾンボイド、なんかいっぱい動画アップしてるけど、どんな動画だったのみたいな。そういうのを知りたい方、ゆるい、もう、マケオズレイディオみたいな感じなんで、ちょっとゆっくり、寝る、もしくはね、これ寝るときに、イヤホンしながらね、聞いてると、眠くなるんで、すぐに睡眠導入剤代わりに、使える動画にもなりますんでね、ぜひともゆっくり聞いていただけたらと思います。電車とかね、通勤とかしてるときに、ラジオ感覚で聞いていただくのもいいかな。ずーっと喋ってますよ、今回は。負けは。雑談。どうでもいい話を雑談します。はい。で、ちょっとね、第1幕の振り返りをしたりしようかなと。で、動画の後編、どっかに、次回の、マケオの旅の企画をですね、ちょっとアップしちゃおうかな。あと、ちょっと今ね、動画喋ってる状況でどうするかまだ考えてないですけど、茶番を入れようかな。茶番を入れつつ、次回予告も入れつつ、そして、ただ単に喋ると。そしてマルドローのこの1年半ぶりに帰ってきたマルドローのちょっと状況もね、チェックしながらね、はい。ちょっと喋っていこうかなと思います。ということで、第1幕ね、前回の動画124話で、終わりました。無事にね、マケオはこの今、ずーっとコンティニューしながら続けて、やってるんで、今いけるこのゾンボイドのマップはすべて制覇したと。で、その制覇っていうのは、すべての、マップ、地図がありますよね、これ。地図が残ってると。地図がある分に関して、回っていくと。一個ずつ。
で地図の例えばついた街は施設ですね、色がついてるこういう施設は全てチェックしていくと、どんな施設があるんだろうって、で基本民家はそこまで、調べはしないんですけど、時と場合によると、もうこういうコミュニティサービスとかね、いろいろ消防署とかポリスとかいろいろあるんで、そういうちゃんとした施設は全てチェックしていくと。でチェックして、ここに何がある、こういうところがあったんだとか、いろんな調査をしていって、全ての街の中のこのマップにある街の調査をし終わったら、その街に、マケオの本拠点を作ると。いつローズウッドに帰ってきても長期滞在ができる、なおかつ自分がこれいい拠点ができたなと納得できる拠点をそこに一つ作るということで、それが完了したら、調査と本拠点が完了したら次の町に移動するという形で、どんどんマケオは移動していきました。で最初の町がこのローズウッドですよね。これが去年の10月ぐらいですかね。だから10、11、10、11、12、1、2、3、4、5、5? 約8ヶ月ぐらい、リアルな時間でやってましたよ。長かったよ、本当に。で最初プロジェクトゾンボイドをゲームを買って、で Steam で買ったのも、だから Steam をやるのも初めて、そしてSteam のゲームをやるのももちろんそれは初めてになります。でパソコン扱ったことないです。よくわかりません。さあ動画アップしよう。動画の作り方知りません。さあどうしようと。で YouTube 作るかと。で YouTube を作りました。動画ってどうやってアップするんだみたいな。そこからですよね。でまずゲームを少し録画せずに遊んでみて、すげえ面白かったんですよ。とにかくビルド40バージョンがですね、ビルド40でまず遊んでて、うわすっげえ何これ面白いと思って、もうね全然生存できない。1週間生存したことがなかったかな、その1ヶ月間。10日とかでもうすぐ死ぬから。けどやっぱりなんかね病みつきになるというか、そうだもう今回はねプレイコーでゲーム動画でもないんでね、ちょっとお酒を飲ませていただきます。今日はゆっくり晩酌しながらこの動画を撮っておりますんで、多分ね尺もどんぐらいになるかもわからないし、視聴回数もいかないでしょう。でちょっとお酒片手にね、ちょっともう飲ませていただきます。そして、乾杯の温度を取らせていただきます。負けを第1幕ゴールおめでとうございます。そして、ご視聴者の皆様、ここまでお付き合いくださりありがとうございます。それではちょっと一口いただきます。うまい。いやー疲れた。124話の動画を編集してアップして、で寝て起きて、起きたところでございますよ。もう疲れましたからね。もう美味しい。ちなみにストロングゼロを飲んでおります。冷蔵庫に入ってた。これを今から飲んだらこれすぐ酔いそうだな。アルコール 9% だからねこれ。でどこまで話しましたかね。
とそうビルド40をやっててすげえ面白かったと。で、これはちょっと動画を作るかっていう、まあずいぶん前からちょっと動画を作ろうかっていうことを考えてて、でせっかくなんでゲーム動画として動画を作ろうと。で、せっかく動画にするんだったらビルド41に上げようということでビルド41に上げて始めたわけですよ、マルドロから。まあそのビルド41がね、もう皆さんご存知全然違う別ゲーに変わってたと。まあキャラクターとかねすごく面白かったんですけど、キャラクターメイクとかもね、そのキャラクターの動きとかすごく面白かったんですけど操作が慣れない、難しい、やべえなと、これは慎重にいかないかんなっていうことで、まあ慎重にね動いてたんですけど、まあマルドロは、まあ、1ヶ月その、まあ、動画にする前に遊んでたんで、ある程度街の構造とか全て分かってたんで、まあ死なずにね、まあ普通にうまくその街を探索することはできたんですけども、これまあ初心者なんで、まあ一応初心者モードみたいな感じの最初のモードで遊んでるんですけど、まあそれもある、その影響もあって、まあ死なずに、済んだのかなとは思いますよ。ただこの時ですね、マルドロの拠点作ってて、まあマルドロの拠点を作りましたと。でまあマルドロ自体はもう調査だいぶ前にその練習でもやってたんで、じゃあ次の町に行きたいと、もうワクワクしてたんですよね。でようやくこのマケオの拠点が出来上がって、次の町に行くと。で実際これ裏話なんですけど、このマケオのゾンボイドは、シリーズ化っていうか、ここまでこう長く続ける企画で考えてはなかったんですよね。まあ死んだら終わりかなみたいな感覚で、でまあちょっと新しい街で遊びたいなっていう感じで始めてて、でローズマルトロを編集してる時に、まあちょっとね視聴者さんには申し訳ないんですけども、まあ動画のその作るスキルっていうのはもうゼロから始まってるんで、まあなかなかね自分がこうイメージした動画が作れないというか、こうもっとこうしたいのにああしたいのにって思いながらも、そのマルドロ編に関しては手探り状態で、動画を作ってて、でまあその動画のそのマイクの設定とか、なんかいろんなレベルとかいろいろあるんですけど、まあ画質とかそういうことに関して、まあ、設定がね全然わかんなくてですね、まあ、ちょっといろいろお見苦しい点がマルドロ編には多々ありましたね。そこはちょっとこの場を借りて、ごめんなさいと。まあしょうがないよね、最初にだってゼロだよ今。まあもし今聞いてる方がいて、ちょっと動画作って出してって言われたらどうします？できないでしょ。いやもうそういう状態から始めたんですよ。もうネットでググってまずどうすりゃいいのみたいな感じで、まあ1話2話3話4話5話ってこう出していって、まあ少しずつそのマルドロはちょっと動画のまあ申し訳ないですけど叩き上げっていうか練習台のような感じではありましたね。で少し慣れてきた感じでようやくそのマルドロも本拠点ができて、じゃあ次の町に移動しようっていうことで次のローズウッド編が始まるんですけど、まあローズウッド編は少しちょっとよしじゃあ気合を入れて、ちょっとナレーション入れてみようかなみたいな感じで、ローズウッド編の最初ですかね、なんかバック音楽入れて、BGM を入れて
なんかやってましたよね。まあまだその時はナレーションで、さあ新しい街に負けよは行くぞみたいな、ローズウッド、ここは一体どんな街なのか、果たして、何だったっけ、果たして制覇できるのか、探索できるのかみたいなそんなナレーションを入れて、ちょっとゲーム動画っぽく作ってみたりね、ちょっとチャレンジ、負けをしましたね、そこはね。で、いろんなそのチャレンジを入れていってました。やっぱり振り返りながら自分でも動画をこう確認して、やっぱりなんでこれ動画荒いんだろうとか、ちょっとちらつくなとか、ここの設定を上げたらいいんだっていうのもだんだん分かってきたりで、途中でやっぱりなんかこう足りないなとか、なんかここでアクセント入れたいなとか、ちょっと文字を入れてみようかな、テロップ入れてみようかなとか、そういうことをこう日々感じながらマルドローに行ったんですけど、ちょうどその頃に、マルドローじゃない、ローズウッドか、ローズウッドに行ったんですけど、ちょうどその頃にこれは物語としてそのエンドがないじゃないですか、終わりがない。このゲームの特徴でもあるんですけど、終わりがない。だから面白いんですけどね。ちょっと寒いな外で、終わりがないんで、じゃあこれは物語風でずーっと続けれる話として動画を作っていこうと思ったわけですよね。でようやくそこで初めて先の企画を考えることになったんですよ。マルドロー編ではそこまで考えてませんでした。で、ローズウッド編の時に初めてもう柴犬さんっていう方がコメントくださって、もう本当に動画の初期からコメントをいただいてるんですけど、本当ね、そのコメントがポンと入って、見てる人いるんだと。で次の動画上げた時に、またコメントもらった、本当ありがたいな、見てくれてる人がいるんだったら、そんなね、やっぱりちょっともう疲れた、飽きた、やめようっていうわけにはいかないんで、さすがにちょっとね、責任感ある負けおさんなんでこれはもう最後まで続けようと。でその一人のためにまずは精一杯今できるスキルを使って、できることをやろうと。動画編集、動画作りをやっていこうっていう感じで進めていって、これはシリーズ化しないといけない。で念押しのようにね、新しい街に来たら探索をしてですね、本拠点を作って次の街に移動するんですっていうフレーズを入れるようにしたんですよ。これは実はそこまで考えてなかったんですけど、これは長い企画になりますよ、こういう風に、次の街に進むんですよ、旅はずっと続くんですよっていう企画を途中から入れて、それをアピールしていたんですよね、実は。マルドロ編ではそこまで考えてなかった。でなかなかね、こんなチャンネルをね見てくれるね聖者はねなかなかいないですよ。そしたらね、少しね視聴回数も数人なんですけど、ほんとね自虐動画とかも作りましたね、そういえば今思い出した視聴回数が増えない負けを、そんなジレンマに襲われながら日々動画編集を進めていくみたいな、なんか動画作ったね、そういえば自虐動画を。どっかありますよ、最初から見ていただければと思いますけど、視聴回数もちょっとなんかこう
まあ0回からあれ十数回視聴回数があって、あれなんか見てる人いるのかな、どうなのかなとは思いながら、まあそこら辺はねコメントとかもないんでわかんないんですよね。けどやっぱりまあ視聴回数があるんであれば、まあ、間違ってクリックしちゃったとかいう人も多分いると思うんで、まあ大体動画のそのなんていうんですか、クリエイタースタジオみたいなのがあって、そのチャンネル編集者が見れるやつがあるんですけど、それを見てたら、なんていうんですかね、この動画は何パーセント視聴率がありますっていうのが分かるんですよ。例えば 50% あれば、その視聴者、まあ、例えば10人いて、10人は 50% ぐらいしか見てませんよと。ああ、なるほどな、みたいな。で、そういうその視聴率ですよね。その視聴率が少しずつ上がってきて、あ、これ本当に見てる人いるなと。誰かいるぞと。これはいるんであればやらないといけない。ということで、もう必死にね、マケオは動画編集をするわけですよ。ここから。で、いろいろね、まあ、勉強して、ちょっとキャラクター入れるかとか、なんかキャラクター、かわいいキャラクター入れた方がいいし、そしてね、ちょっとサムネも面白いサムネ、みんなが見そうなちょっとサムネイルを作ってみようとかね、まあいろいろと考えてました。で、バックボーンのちょうどローズウッドに入ってから、まあちょっと何か視聴者さんのために、せっかくこのマケオのゾンボイドを見てくれてる人がいるんであれば、その人のためにもうまだね、数人でしたよ、本当に。数人。データを見る限り、数人でしたけど、その数人のために、ちょっと気晴らしに、そして見てる人が楽しんでくれる、そのクスッと笑ってくれるような動画で、サブ企画を作ろうと思って、3分劇場、マケオのゾンボイド3分劇場を企画して、同時にアップし始めたんですよね。で、これは本当に感謝の気持ちを込めて、はっきり言って本編動画を作るよりも3分、たったもう3分、まあ最近ちょっと5分とかね、6分7分ぐらいの長尺になりだしたんですけど、3分動画を作るのはね、本編動画を作るよりもすごく時間がかかる。倍以上かかるんで、本当は作りたくないんですけど、これはもう感謝。もう楽しんでほしいって思って作りました。で、自分でもだんだんね、この3分動画、サブ企画ですけど、3分動画に出てくるゾンビたち、まあ、デコボココンビですね。ゾンビたちが、ちょっと可愛くなってきてですね、キャラ立てしていこうと思って。それで、その3分劇場に出てくる金髪娘ですね。まあ、この1話とリンクさせながらパラレルワールドで作ってるんですけど、そのパラレルワールドで作ってるそのマケオじゃなく、これは金髪娘っていう設定で、物語は3分劇場進んでいくと。で、一応リンクさせてるんで、本編動画を楽しんで見ていただけてる方は3分劇場もおい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 、そういうことかいと。その時ゾンビ、あいつら、そんなこと言ってたのみたいな。っていうか、金髪娘、怖えみたいな。そういう風に楽しんでもらえればいいかなと。裏ではそういうパラレルワールドで、本編動画は進行していると。今後のね、3分劇場も、もうシナリオはもうある程度作り終えてますんで、まあ、ぜひとも楽しんでいただけたらと思いますと。で、ローズウッドが3分劇場が途中で、企画がスタートしたりしながら、探索終了して、
そして、ローズウッドに行った理由が、そういえばそのリュックサックが欲しかったんですよね、軍事拠点の。で軍事拠点でリュックサックを取るために、ローズウッドに行ったんですけども、ローズウッドにはローズウッド監獄、あれがありましたね。あれがきつかった。本当にきつかった。まあ負けを、このゾンボイドを初めて、出てきた壁ですよね。ゾンビの大群、これをどうするかなと。で初心者はやっぱりね、銃の扱いには長けてない。どうすりゃいいんだ、もう地道にやるしかない、そう思いながらね、もう長尺でしたけどね、話数が増えました、あれで。なんとかローズウッド監獄をね制圧して、マケオの別荘にして、で、次の町に進むことになりました。でちょっとマルドローからローズウッドってピョンって飛ばしたところがあったんで、ローズウッドからやっぱり順番に行くとぐるっと円を描くように、行くとしたら、やっぱりねマーチリッチを飛ばしてしまったんで、これはちょっとマーチリッチに戻んないといけないなということで、マーチリッチに一旦戻りましたよね。で新しい町マーチリッチでは、今度はなんか塀に囲まれ、なんていう新興住宅街なのか、犯罪予防なのか、綺麗な区画に分かれてて、その区画も大きなフェンスで大枠は囲われている、ちょっと独特なマーチリッチの街でしたね。でそのマーチリッチの街は住宅街がとにかく多い。住宅がギュッと密集してて、なんだこの街は。でちっちゃい街なんだけど、その密集してるゆえに、行き場がないっていうか、このセーフティーハウスもこう離れてあるわけでもなし、ゾンビもうちょっと外に出ればゾンビがうろうろしてるという、なかなか危ない街なんですよね。で、この街どうしようかってうろついてたら、4階マンション、これ4階マンションが出てきましたよね。ちょっと一口いただきます。ちょっとタバコ吸わせてもらいます。はい。で4階の街が出てきて、その街じゃないね、4階のマンション、なんだこれはと。でゾンボイド初めてマケオが見た高層マンションでしたね、これが。でまさかこんなところがマーチリッチにあるとはと。でやっぱりマーチリッチ4階マンション、これは制圧しないといけないだろうということで、マケオは制圧に向かうわけですよ。でそこでマケオは狭い、マンション内で、先がねやっぱりこう部屋がいろいろちっちゃくあるんで、死角が多いと。でその死角にやられてゾンビにガブリンチョされると。で一発で紙傷で死んでしまうと。いやーまさかね、ちょっとね正直ねマーチリッチに行った時、ここすぐ終わるなと内心思ってました、マケオは。正直これなんか施設少ないしすぐ終わるし、これ死なねえなと。ちょっとローズウッドはねやらかしたり長い時間かかったけど、これはすぐ終わっちゃうぜと思いつつ乗り込んだんですけど、負けを4階マンションで、死んでしまうと。さらに映画館でも確かやられたね。意外とマーチリッチはなかなか難しかったなね。そしてマーチリッチの拠点は思い出深いんですよね、実は。マーチリッチ自体はちっちゃい町で、本来なら
すぐ終わりそうだな。じゃあちょっと拠点作りに趣を置こうっていうことを実は考えながら、このマーチリッチに乗り込みました。実際、内容結構ボリュームがあったんですですね、ボリュームがあったんで、あれでしたけど、最初頭で考えてたのがギュッと密集してる町だったんで、その民家がですね、その民家を全部つないでやろうかなって思ってたんですよ、最初で。全部つないで1階部分の階段は全部崩して、で1階部分をずーっと歩けるようにして、ワン区画を全てマケオの拠点にしようかなって最初考えてました。これ初めて多分言います。はい。それが最初の計画。ただその計画をしてたんですが、意外と、4階マンションがきつくて、で、2回も死んじゃって、これはちょっとボリューミーだなと、なかなか大変だっていうことで尺も長くなりだして、で、結局やっぱり、本編動画としてはマーチリッチは拠点に重点を置くということで、4階マンションを全部制圧して、それをぐるっとしっかりガードして、誰もゾンビが入れない状態にして、そして4階マンションからさらに映画館まで長い通路を作ってですね、で、映画館まで続けて、映画館の屋上に、また広いんですよ。で映画館の屋上にまたでっかいマケオの拠点と、その隣の、飲み屋さんの屋上に、畑を作ってっていうね、一番多分このマケオのゾンボイドででっかい本拠点に規模はなりましたね。あれはね、すごく時間かかった。もうすごく時間かかった。そしてすごく疲れた、実は。ただ視聴回数あんまり上がらないんで、ちょっともう一回見ていただけたらと思いますよ。はい。不二家のほくろ入りチョコレートありますよね。知ってます？チョコレートってちょっとやばいなこれ。不二家のピーナッツチョコレートってやつ、あれが一番チョコレート美味しいね。ピーナッツがうまい。で、その後マーチリッチを後にして、リバーサイドに向かいましたね。はい。そしてリバーサイドに向かう途中に、一旦ローズウッドに寄って、あれは何だったっけ、発電機を1個ゲットして、でリバーサイドの方にまた向かうんですけど、リバーサイドに向かう道中ありましたね、名もなき町。なんだこれみたいな、あれこれ町だねみたいな、だけど名前がよくわかんないな、なんだろうなこれつって、動画内でちょっと名前あるんだったら教えてって言ったら、優しい視聴者の方がこれ名前ないんだよねみたいなことを教えてもらってですね、そうかと思って、でそこでちょっと長い旅だったんで、マーチリッチからリバーサイドに移動する時間がですね、なんでそこでちょっと一泊して、でそこからまた次の日リバーサイドに向かうことになります。でリバーサイドに、無事到着して、
リバーサイドは、なかなかこれね、探索するところがもうめちゃくちゃあった。これは。ローズウッドみたいに特徴ある、その、軍事拠点とか、ローズウッド監獄、ね、そういうなんかゾンビがうわっているような、施設じゃなく、リバーサイドは本当になんていうんかな、おおらかな街というか、ゆっくり、時間が流れているような街であり、さらに、それもうマップが広いんですよ。とにかくマップが広くて、もう探索する施設がたくさんあると。これ一個一個やっていくかみたいな感じで、ゆっくりこうのんびりやっていってたんですけど、実はそのマーチリッチのリバーサイドのマップ、これがね、実はすごく、よいしょ、この街ね、これ探索全部し終わったんですけど、この横の部分とかこっちの部分、さらにはこの下の部分、さらにその下に名もなき町がありましたから、そんな町をね、もう全部探索したらすっごい時間がかかって、リバーサイドはね、探索が楽しい街でしたね。一言で言えば。あと、いろんな施設、あと、なんだあれ、素材、資源がいっぱいあるんで、マケオがこのゾンボイド一周して感じたのは、最初はリバーサイドでゾンボイドを初めてやるよっていう方は、リバーサイドで初めてやるのが一番いいかなってちょっと感じましたね。全部一通りの経験ができるかなと思います。はい。で、リバーサイドをすべて完了して、本拠点も完成して、次に向かった街がウエストポイントと。ウエストポイント。一番最近の動画になるんで、皆さんは記憶に新しいかとは思うんですけども、疲れたね。ウエストポイント。あれはね、上級者の街やな。はっきり言うと、上級者の街。そう感じました、マケオは。初心者なんで、これは正しいと思いますよ。マケオがそう思ったんだから。いや、まずね、ゾンビの数が多い。そして、ウエストポイントの隣に、バレーステーションがある。バレーステーション、ウエストポイントの右エリアのバレーステーションには、モールがある。そしてモールは、ローズウッド監獄よりもひどいローズウッド監獄よりもゾンビがいる。あいつらほんともう2000人3000人はいるみたい。本当に大変だった。もうびっくりした。ウエストポイントについてるウエストポイントの施設を全部探索し終わって、終わったなぁと。あとはウエストポイントの左下右のエリアをちょっと探索するだけだなと思って右エリアを探索してたら、あれこれなんか街あるぞと。なんだこれ、なんかだだっ広いところにポツポツ施設あるなと。もうこの先ないだろうと思ったらまた施設がある。
いや、もうだいぶ行ったぞと思ったところでまた施設。って、これもしかして、なんか、でかくねって気づき出す。で、ご視聴者の人に、すいませんがと、ここ一体、なんていう場所ですかと聞いたら、あそこはバレーステーションだよと教えてもらってですね、バレーステーションっていう地名があんだと。これはバレーステーション編ね、リバーサイドでも、途中で名もなき街編っていうのがありましたけど、これリバーサイドでやったし、ウエストポイントでも継承しないとやっぱりこう続きものとしてはおかしいだろうということで、ウエストポイントバレーステーション編っていうのをウエストポイント編で作りました。はい。このバレーステーションがね、名もなき街と比べるとだだっ広くてもなんか分かりやすい街じゃないんですよ。なんで時間がかかりましたけど、時間がかかったけど面白い。バレーステーションは負けを初心者としては面白いですよ。おすすめ。はい。すっげえおすすめ。なんでかっていうと、広いんで、いろんな要素があるんですけど、探索する要素もあって、さらに、中央部分の方に、ガンショップとか、初めて見た、なんだったっけ、あれ、狩猟する施設、狩猟場所ですね。施設とかもちょっと胸が熱くなりましたね。なんだこれみたいな。かっけーって、こんな施設あんだみたいな、森の中にあるんですよ。そういうのを発見した時はちょっと嬉しかったね。ちなみに全ての情報、マップの情報とかは攻略サイトとかも一切見てないんで、初見で第1幕をプレイしております。なのですごく楽しい、マッチでしたね、バレーステーションは。で、最後の最後でモールが現れると。そのモールがまだもうどでかい。敷地面積はゾンボイドの施設で一番でかいです。これは断言できます。ゾンビの数も一番多い。はい。なのでね、モールも楽しかったね。もうすごくきつかったけど楽しかった。いろんなことも起きました。これは動画見ていただきたいと思いますし、見たよっていう方はそうだよねと思ってくださるかなと思います。で、ようやくバレーステーションも終わり、ウエストポイントにまた戻って、ウエストポイントに、本拠点を作りました。こちらは今回はガンショップですね。ガンショップのところを拠点化して、で、ようやくすべての街を探索終了したと。もう全部行きましたね。疲れた。で、気づいたら12月の20日ゲームの日付で始めたのが7月の確かこのゲーム7月の8日か9日に始まると思うんですけど、この7月の8日スタート、9日スタートから、1年過ぎて、年をまたいでさらに、12月の20日になって、約1年、6ヶ月長い旅がここで負けよが終わるんですよね。いやー長かった。そして凱旋帰国をすると、マルドロー、最初に始まったスタート地点マルドローに1年半ぶりに戻ってくることになりました。
で丸泥に戻ってくるときね、もう前回の動画ですけどシャープ124、もうこちらほんとね、ずっと見ていただいた方はスキップしないで見てほしい。本当に負けよう。本当お願い。ゆっくり見てほしい。そしたらもうね、途中から胸熱。もう胸がどんどん熱くなってきてですね。ちょうど丸泥の道路、3車線の道路に車がいっぱいバーっと燃えてる車が現れた時ですね、あそこら辺からすっげえ胸が熱くなってきましたね。そういえばそうだったな。もうリアルな時間でね、半年以上、7ヶ月8ヶ月ぶりだったんで、あったあったと、うわ懐かしいってすっごい思いながら動画をゲームしながら思ってました。でずーっとその4車線ですかね行って、ここ左曲がったらもうすぐだ、もうすぐだ、この森を抜けたらっていう時はもう何とも言いようがなかったですね。やっぱりここまで長く続けてきて単発で途中で終わったとか、終わって新しく始めたわけじゃなくてコンティニューで続けて、その124は全部つながってる状態っていうことなんで、なんか今までにない感覚、感動がありましたね。これ動画をアップすることがなければこんな感覚を味わうことは絶対ないですよね。動画をアップしてここまで続けてきてからこそ初めて味わったその感覚だったんですけど、不思議な感覚でしたよ。ちょっとね、なんか感無量だったですね。でそのままマケオに、マケオの本拠点、スタートの本拠点にゴールするわけですけども、ここにまた至りました。ここまで応援してくれた方も、ここまでお付き合い、最初からお付き合いしてくれた方も本当にありがとうございます。本当ちょっとね、雑談長くなってきたね、俺。睡眠代わりに、聞いてる方はもうそろそろ、いつの間にかもうとうと寝てやってる頃かな。ちょっと一杯飲もうかな。で、次ですよ。何よりも、負けはこのね、第1幕でようやく、ゾンボイド1周を、初心者のモードですけど終わりました。初見プレイでずーっとやってまいりました。これはね、やっぱり初心者モードで、しっかりマップを、熟知すると。そうじゃないとね、やっぱりね、次の街に行けないですよ。次の新しい企画に。もちろん次の新しい企画は、やっぱりね、難しいレベルになっちゃうでしょ。で、難しいレベルになると、いろんな知識を持ってないと生存することはできないと思うでしょ。だからこの初心者モードでしっかり基礎の部分、どういうところにどういう街があるのか、そしてその街の特徴、そしてその街にはどんな施設があるのか、でその街は一体その施設には何があるのか、道具があるのか、しっかり頭に叩き込んで、そしてその知識を十分に
生かして次のさらなる難しい、難易度に負けは挑むんでありますよ。だからこそこの負けのゾンボイドはすごく負けを成長させる機会になったんじゃないかなと思いますよ。これで負けを初心者卒業できたかな。ほんとね、無駄じゃないこの負けの第1幕だと思います。はい。いやー、終わったなー。本当に終わった。長かったよー。でも次の本当ね、企画、ね、どうなるんでしょうって、思ってる方もいると思います。ということで、ちょっとまあ雑談が長くなっちゃいましたんで、ここでちょっとね、真面目な話をという感じですが、今回ですね、第1幕、125話、まあ、3分劇場とかを入れると、130話以上にはなる、140話かな、わかんないけど、まあ、それぐらいになる、まあ、長い、企画になりました。まあ、これもですね、まあ、本来、最初動画アップした時ここまで続くとは、負けを自身も思っておりませんでした。ただ少し、まあ、アップしていくうちに、リアルタイムで、まあ、もう初期の頃からですね、まあ、コメントとかいただいたりしてずっと見て、くださる視聴者さんとかもおりました。で、回を重ねるごとに、まあ、視聴回数も少しですが伸びてですね、まあ、見てる方がいるんだなっていうのを肌で感じるようになり、またもう最後ぐらいになってきた時にですね、あるコメントの、視聴者の方でですね、まあちょっとチャンネル見つけて、もう一気に最初から見たよっていう言葉とか、まあ次の動画ワクワクしてます、楽しみにしてますみたいな、そういうコメントがあって、まあ、正直こう長く続けてるとモチベーションとかはまあやっぱり下がってきますし、まあ私も仕事してるんで、まあ、時間を割いてゲームをしたり、動画を作ってるんですけど、まあ、ゲーム自体をやること自体は大好きなんで、そんなに苦じゃないんですよね。まあ、ゾンボイドも楽しんでですね、まあ、ここまで長く続けることができたんじゃないかとは思ってるんですが、まあ、やっぱり動画を編集したりするのっていうのは、まあ、仕事してるとなかなか時間がね、取れないっていう部分が多いんで、ちょっと不定期な動画編集アップになっちゃって、視聴者さんの方には申し訳ないなと、まあ、次の動画アップまだかなって思ってくださる方がいるんでですね、でそういうまあ、初期の頃からお付き合いいただいている視聴者さん、そして、最近になって見てくださる視聴者さん、いろんなたくさんのコメントをいただいて、もう本当に、それ好きチャンネルはもうそれだけで運営していると言っても過言ではございません。まあもう視聴回数がゼロになって、コメントもなくなってという風になったらさすがにね、もう動画をアップする意味とかもないんでですね、まあ一人でも見てくださる方がいればいろいろとそれ好きチャンネル動画をアップし続けていこうかなとは思っております。はい、ちょっと真面目な話ですよね。まあもうどうしてもね、やっぱりね、言葉に乗せて、なかなかコメントとかで文字で打ってもその行間というか熱っていうのは伝わらないもんなんで、まあ、言葉に乗せてどこかで、感謝の気持ちを言いたかったかなと思ってました。はい。で、この場を借りて、ちょっと御礼申し上げます。はい。本当にありがとうございます。
ということでね、まあね、それ好きチャンネルは、まあ、とりあえずね、協定動画を協定がね、協定とアニメと協定とアニメとなんだ、ゲームが好きチャンネルみたいな、タイトルだったと思うんですけど、本来協定メインであげようかなって思ってたんですよね。で、ただちょっとゲームも好きなんで、よくいっぱいいろいろ CS ゲームをしてたんで、そちらの方をですね、アップしようかなって思ってゾンボイドを始めて、で、アニメとかも結構好きなんで、いろんなアニメ見てですね、仕事から帰ってですね、ぐったりしながら酒飲んでと晩酌しながら溜まったアニメ、今期やってるアニメの続きをね、もうちょっと酒のつまみに見ながらですね、生活してますけどね、アニメの要素とかもちょっと入れたいなってことで、ゾンボイドは物語風に、作らせていただいてましたけど、大変だね、動画編集は本当に。で、おいおいおい、ちょっと今もう録音してんのに何あれ何猫耳どうした？手紙のタイミング悪いね。何背景負けお殿負けお殿ゾンボイドの世界一周おめでとうございます。ですが抜けてるマップがございます。そこを攻略してようやく一周したこと、そして初心者卒業を認めましょう。なんだこの手紙その地はキングマス島です。聞いたことある。観光の島リゾートアイランドです。次のステップに進みたければこの挑戦状をお受け取りください。ゾンビ協会より。何これ？キングマス島ってなんかあったよね。チャレンジのやつじゃないかな。確かにここクリアせんと第2幕進めんなこれ。キングマス島っていうぐらいだからやっぱり島結構出来上がってる感じなんかな。じゃあやっとくかこれ。じゃあ自他ともにこれ認める初心者卒業、真のゾンボイド一周やってやろうじゃないかい。っていうかゾンビ協会って何？はい、ということで、茶番を見ていただきましたけども、実は次の企画はリバーサイドかな。リバーサイドの辺に入ったぐらいから違うわ。リバーサイドじゃなくてウエストポイントに入ったぐらいですかね。リバーサイドに入ったもうほんとその時ですね。その時にもう企画は決まっておりました。でコメントでも次はアポカリプスだろ、おい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 とか、いや次ねアポカリプス、一番難しい難易度でしょみたいなことを書いてましたけど、
正直ね、もう喉のね、もう口、もうってもう言いたかったいや実はね、もう決まってるんだ、オープニングも作ってたんだってそしてコメントで、いや次キングマストお願いしますみたいなことコメント書いてたんですけど、実はもういややるよってもう次やるから楽しみにしててって言いたかったんですけど、そこをグッとこらえてね、コメントでもね、いや少し匂わせながらね、次はどうなるでしょうねみたいなことをコメントしてたんですけど、そういうことになります。次回はまだまだ続きますよ。マケオのプロジェクトゾンボイド第1幕、チャレンジ、キングマスト編スタートいたします。でキングマスト編は正直最初ね、ゲーム画面でチャレンジモードってあるんだねつってなんかどっかで最初の頃にあれなんだったっけ、シャープ0か01かなんかで言ってたね。なんだこれみたいな、その時ねそういう認識でしたよ。でやっぱりねゲーム始める時にチャレンジモードってなんだろうってこうチラチラ見てたんですよ、説明文。そしたらあれキングマストなんだこれみたいな、キングマストってあんだと思って、で、マケオ一応キングマストどこにあるんだろうと思って、それはずいぶん前に調べたんですよ。そしたらそのゾンボイドを始めるにあたってマップにはないと。ただマップもう全体のゾンボイドの大きいマップがあるんですけど、そのマップの左上の海か川かよくわかんないですよ。そこのところに島があるんですよ。ちゃんと位置が、実際に位置がそのマップのところにここに、キングマストっていうのがあるんですよっていうのがあって、そうなんだと。マップには記載されてないし、島なんで、船とか飛行機とかそういうのは今の現状では移動手段としてはないんで、じゃあなるほど、チャレンジっていう項目ゲームモードで、そこに行けるんだと、そこで遊べるんだみたいな。でその島もしっかり作り込んでるみたいなんで、これはマケオの第1幕すべての、街、ゾンボイドのマップを一周する、この定義に外れてしまうよね。キングマスト行かないと、これ行ってこれでクリアしてこそ、ゾンボイド世界一周をしたと、全て、完了したということになりますんで、これで初めて、第1幕が本当に終了するということになります。ただ実際のね、ゲームモードで遊ぶ場合は124は全て、124で、完結してますんで、今回は、マケオのプロジェクトゾンボイドチャレンジモードキングマスト編特別編みたいな感じで、スタートいたします。はい、なのでね、ぜひ、次回から楽しみにしていただきたいなと思います。で、多分チャレンジモード本当にね、負けをやったことないんで、多分チャレンジモードはコンティニューとかできないじゃないですか。いきなりもうすぐに始まると思うんで、こういう状況で、遊んでくださいっていうような設定がしてあるんですよね、すべて。なのでもう決められた設定で多分遊ぶんじゃないかなと思います。なので、今までは初心者モードで、しかもサンドボックスで、しっ
っかり練習していこうっていうような設定にしてあったんで、今回は次の新たな難易度、もう超難しい難易度に挑戦する前に練習台としてはちょうどいいのかなって、負けは思ってますよ。だからその与えられた設定で負けはこの次のキングマストを攻略探索、そして二度といけることはないんですけどね。チャレンジモードコンティニューってあるの？あれどうなるのかな。コンティニューとかできるのかな。ちょっとそこもよくわかんないですけど本拠点、キングマストにも本拠点をしっかり作って、完全、クリア、第1幕の完全クリアをしていきたいと思います。ということで今回はすごく長くなりましたけども、第1幕の124話までの振り返り、そして雑談ですね。もう本当にこれは雑談。もう本編とは関係ないとは言わないですけど、別に見なくてもいいです。はい。ただゆっくりちょっと時間があるときに、ラジオ感覚で聞いていただければと思って作りました。特別編の後編でございます。次回はマケオのプロジェクトゾンボイド、チャレンジ、特別編、第1幕特別編キングマストでお会いしましょう。それではまた。